want some chocolate?長い航海で暇を持て余す子供たちにアメリカ兵がチョコレートを手渡している。空腹から多くの子供たちが恐る恐る手を伸ばした。クミとエミも手を出した。喜んで頬張るクミの隣でエミは無表情だった。久しぶりに嗅いだカカオの匂いにタウマとの思い出がよみがえってきたからだ。一緒に泳いだ透き通る青い海と真っ白な砂浜。目の前に映る光景にもうあの海はなかった。1ヶ月後、不安な面持ちで横須賀の浦賀港に寄港した。生まれて初めて祖国日本の地に降り立ったクミたち。母さん、寒いで。下船するや否やパラオでは味わったことがない肌寒さにクミは驚いた。こんなんやったかな。ただしが言った。おまんはまだ細かったけん覚えとらんだろ。そう言いながらみゆきは子供たちに上着を着せた。父さんは？エミが服に袖を通しながら聞いた。後から戻ってくるき。2週間後、和夫も無事帰還した。文雄とお今は墓参りで一時帰省したままパラオに戻れずにいたが、そのおかげで偶然にも難を逃れることができた。そのため全てを失い戻ってきた和夫たちは幸い住む家も用意され生活の基盤は整っていた。文雄は田舎で吹き師を、お今は助産師の仕事を再開し、なんとか生活することができた。和夫もまた、いち早く日銭を稼ぐため、炭を売ったり、神社の木の伐採や山の下刈りなどに出かけるようになった。しかし、パラオで生まれ育った幼い組たちにとって、その地はあまりにも馴染みにくい場所であった。徳島と香川の山深い県境に位置し、辺りはうっそうとした山々に覆われている。夜にはしんしんと雪が降り積もり、昼間でもどんより霧がかかったように薄暗い。何より耐えられないのは身を刺すようにまとわりつく寒さ。温暖なパラオで育った組たちには四六時中氷室に入れられているようだ。さらに無気力にさせていたのはこのモノクロな景色だ。色とりどりの花々は枯れ草に、美しい鳥のさえずりは群れを呼ぶカラスに、そしてエメラルドグリーンの海は凍りついた冷たい川にすり替わってしまった。目に映る景色すべてがまるでモノクロ写真のようになった。しかし村人たちの反応は全く違っていた。パラオから戻ってきた組たちのことは村中の噂となり、興味をそそられる出来事だった。先陣を切ってやってきたのは近所の子供たちだ。物珍しい動物でも見るかのごとく、組たちを見てクスクスと笑った。組はまだ5歳で、エミは6歳になったばかりだ。
学校にまだ通えない二人には、子供たちがなぜ笑っているのか、知る由もない。ほどなく、本土の小学校に転入した長女の千恵だけが、その訳を知るところとなった。その日、学校から帰ってきた千恵は、少し様子が変だった。誰とも口を聞かず、黙々と家事をこなしていた。恵美と久美は、そんな千恵を不思議に感じながらも、家の中を駆けずり回り、はしゃいでいた。夕方、みゆきが山から戻ってきた。千恵、後でみな、もうてくるきに、ご飯を多めに洗っとっての。わかった。千恵は不機嫌そうに答えた。みゆきは何も言わず、千恵の隣で夕飯の支度を始めた。奥ではしゃいでいた二人が、母を驚かせようと、忍び足で近づいてきた。米を研ぐ千恵の手がピタリと止まった。母さん、みんなが私んこと。と神社へ言うんで。そう言い出した千恵は肩を震わせ、目から大粒の涙をポトポトと流し始めた。久美と恵美は慌てて柱の陰に隠れた。どうした？みゆきは静かに聞いた。朝、学校行ったらな。机に、中本は土人の子じゃって書かれとった。そいに隣のクラスの子まで、土人が来たって耳きよる。ほうか、それは害につらいのう。ほなけんど、みなからしたら、おまんが、害に、黒い金な。好きで、黒なったんやない。おまんだけでないで。うちはみな黒いが、恵美も久美も。恵美も久美も学校行っとらんで、わからんわ。ほうじゃのう。おまんが先に行ったき、一人目立つんよな。みゆきはかまどに火を入れた。心配せんで。じきに知恵も白うなるわ。そなけんど。千恵は真っ赤になった目でみゆきを見つめた。ほれ、知恵、外見てみ。なんで、母さん。どこ見ても、紺が白い雪がいっぱいあるだろう。そいがどした？これで黒うなるわけ、ないじゃろ。そんでも、腕も顔もみんなより黒いき。生まれた時は知恵も白かったけんな。ほやけんど、じき黒うなったで。そやきん同じや。ほんまに白うなるん。ほんまじゃ。半年もしたら白なってべっぴんになっとるわ。雪みたいに。千恵は濡れた手で顔を拭った。そうじゃ、焦げん雪みたいに白うなって、誰もどちんじゃいわんわ。そいに、白かろうが黒かろうが、みな、中身は一緒じゃ。うん。千恵の顔に笑顔が戻った。ほれ、皆に見られんうちに、顔あろといで。柱の陰から二人の会話を覗き見していた二人は、こっそりと居間に戻っていった。久美、ちいちゃんに何も言ったらあかんで。恵美は人差し指を口に当てて、小声で囁いた。なんで
なんでもええきん、エミの言うこと、聞いときで。知恵が何事もなかったように、今にやってきた。あんたらも、箸、並べて。わかった。エミは、素直に、知恵の指示に従った。ちえちゃん、さっきどちたん？久美が口を滑らせた。クミのアホ、あっち行き。エミは肘で久美を押し飛ばした。ちえちゃん、エミが悪いことしよる。エミ、もうええきん。知恵は、エミが自分を気遣っているのを分かっていた。クミ、呼び捨てにするな。エミちゃんっていい。エミはエミや。あっかんかこれ、二人ともやめときで。じきにばあさんが帰るでおとなしして。また、母さんが怒られるきんな。